皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、菅政権の内閣支持率が 64% だったというニュースをもとにして、現在の菅政権が過去とどのような点において違うのか解説をしていきます。まず、この内閣支持率 64% という世論調査を行ったのは、毎日新聞です。そもそも政権が変わったことによって、過去の政権に対する悪いイメージというものを一旦リセットされることとなりました。ですから、菅政権が今行っていることというのはあくまでもこれからやりたいことという話であって、実績として今何かをやっていくというわけではありません。ですからこの内閣支持率というのもあくまでもこれからの菅政権に対する期待値の高さというだけであって、決して菅政権に対する評価としては定まったものではありません。ただ、菅政権に対する期待がなぜ高いのかというのは一つ理由があります。それは前総理である安倍さんの場合は基本的には戦略家の面がありました。戦略というのはどのような目標を持ってその目標に向かっていくかという話をする、そういった全体構想を練るというのが安倍総理の一つの特徴でもありました。それはアベノミクスにおいても個別具体的な政策というよりは全体政策としてどのような方針をとっていくのかという話の方がメインで、その具体的な話についてはそれぞれの日銀であったり、経済産業省といったところが個別具体的な話をするといった具合で、全体としては理解できるが、じゃあ具体的にどのようなことをするのですかという、要は解説が必要だったわけです。一方で菅政権の場合どのような方針をとっているかといえば、どちらかといえばそうした戦略の話よりも戦術、具体的な政策論についての話がメインになっています。例えば、行政改革をしましょうという、いわゆるお題目というよりも、菅総理の場合だと、まず携帯電話料金を下げましょうという具合にして、まずどのような結果をもたらすのか結論から話が始まり、その携帯電話料金を下げるためには、じゃあ何が必要かなと個別な話となります。このように何をするのかというのがかなり具体的ですから、これから仕事をしてくれるんだなという期待を持たせることになっているわけです。そして実際問題、菅政権の特徴としてこの実行という面においては、河野大臣の存在というものが今非常に注目されています。菅総理は記者会見の場において、具体的な話を聞かれたときに、行政の問題点を指摘される声というものを集めるために、縦割り110番というものを設けて、その場において意見を集約することを一つの具体策として示しました。そしてこの実施にあたるのが、行革担当大臣の河野大臣です。河野大臣はそれこそツイッターなどで機敏な反応というものを見せることからもわかるように、非常に行動力があるというイメージがついています。そして今回の縦割り110番においても、この実施力というものが非常に発揮されました。まず第一に仕組みとして意見を集めますよというだけですから、特に大掛かりなシステムを組むわけではありません。しかし、ここで大事なのはすぐさまその窓口を設けたということです。そしてもう一つ大きな違いがあります。これまでも国民の声を集める仕組みというものはなかったわけではありません。例えば自民党であったり首相官邸であったりには必ず問い合わせフォームのようなものがあって、そこから意見を送ることができて、そして意見を受け付けていたのです。ですから国民からの声というものを全く無視しているわけではありません。必ずのようにそうした受付窓口というものは存在しました。しかしここには大きな問題がありました。それは意見を送ることはできたとしても、その意見というものを中の人、一体誰が読んでいるんだろう。そして届けたい相手に届いているのかというのは全くの不明だからです。しかし今回の縦割り110番の場合、明らかに違った点があります。これは河野大臣が集まった意見についてコメントをすでに発表しています。河野大臣はこの縦割り110番についての話を聞かれたときに、たくさんの意見が集まっていて、その中においては私も納得できるような話があったということをすでに記者の前で話しています。このことからもわかるように、集まった意見に対して河野大臣自身が自分で目を通していますよということを一つメッセージとして出しているわけです。この点がこれまでの意見の受付と明らかに異なる点です。これまでの意見集約というのはあくまでも組織といういわば一体誰が読んでいるかわからないところに送っていた。それに対して今回の縦割り110番に対しては実際に送るとその中の何割が読まれるかはわかりませんが、少なくとも河野大臣が直接目に触れているということを本人が喋っています。それだけ国民との間の距離をどれだけ取り払うかという点については、河野大臣は非常に今の時勢というものを読んでいると言えます。また河野大臣の話としてもう一つ取り上げるのであれば、
それこそ就任会見後における各担当大臣の話というものも、河野大臣はここに一つ文句をつけています。それは一人一人が順番に話をしていくというこのスタイルをとっていては、深夜まで待たされる人というのが非常に多く、非常に形式ばっていて無意味だという話をしました。それこそ、各大臣が話をするんであれば、それぞれの省庁などへと戻り、その場において、各自で話をすればあっという間に話が終わるではないかという指摘をしています。このような形で最初に誰かがこの形式を決めてその話を決めた人に対する配慮などというものは基本的に存在しません。この今の形式というのはおかしいんだからやめた方がいいという具合にして遠慮なく発言できるというのは河野大臣の魅力でもあります。もちろんこの点に関しては誰かがカチンと来ている可能性はありますが、現在時点において非効率的であるならばそれを改善しなければならないというのはむしろ望ましい行為だと言えるのです。そして行政改革というのはあくまでもこれまでの無駄や非効率な部分について改善しなければならないわけですから、逆に言えばこれまで問題なかったと思っている人たちに対してあなたたちのやり方というものは変えますよと宣言するわけですから、このようなある意味空気を読まない人というものが行政改革には向いていると言えるでしょう。そしてそのようなポストに河野大臣を当てた菅総理大臣というのは国民に対してこの内閣は仕事をするんですよというイメージを植え付けるのに非常に良い配置をしたと言えるでしょう。ただしここで一つ落とし穴と言えるのは、毎日新聞の世論調査で 64% の支持率がありましたよというこの話。必ずのように報道機関というものは手のひら返しをするものです。好意的に伝えていたものがある日突然ひっくり返るというのを私たちは何度となく目にしていました。今回の菅政権の機敏な動きというものは必ずどこかに抵抗勢力が現れ、その抵抗勢力がどのような形で障害となって立ちはだるかはまだまだわからないものの、そのような動きというものが必ず菅政権にとってマイナスの出来事というものを起こすでしょう。そして報道機関というのはそういったものを素早く捉えて国民に対して今の菅政権はこんなひどいことをやっているんだといったようないわゆる一大キャンペーンをいずれは張るようになるでしょう。その例として考えられるのは携帯電話やテレビ局の電波の話です。携帯電話の話で言えば菅総理はみんなが高い携帯電話料金を払っているのは良くないことだと考え、これを下げる方向でどのように圧力を加えるかといったところを考えているところでしょう。その中で有効と考えられているのが電波量の値上げです。これは携帯電話にしてもそうですし、テレビ局に対しても同じような話があります。そしてテレビ局の方はまさに自分自身のマスコミとしての機能を持っているわけですから、菅政権を叩こうと思えばその放送媒体を自分で運営しているわけですから、一大キャンペーンとして菅政権を攻撃し始めるといったことが十分考えられるわけです。しかし報道がそのような形で反政権放送を繰り返すようになれば、それはまさに改革に着手したことの合図でもあるでしょう。そのような反政府的な報道が繰り返されるようになり始めたら、これは様々なところから情報を得て、今の報道機関の反政権的な動きというものが本当に意味あるものなのかというのを冷静に見る目が私たちにも必要となるでしょう。現在のところ菅政権のやろうとしていることに別に間違った方針というものは見られません。それだけにどれだけ実行に移せるのか、成果を出せるかというところに私は注目をしています。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。